ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、乃木坂46君の名は希望ザ・ファーストテイク、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回はですね、初の歌声分析になりますね。乃木坂46さんの楽曲、ちょっと前からですね、 SNS 界隈だったりプロのボイストレーナー、そしてプロのボーカリストの方々の中で、乃木坂46の中西アルノさんの歌声が天才的すぎるっていう風なことでですね、こうざわざわしてるんですよね。で、僕も今まで大変ね、ファンの方には申し訳ないんですけど、乃木坂46さんの楽曲聞いたことがなかったので、今回いいタイミングだなと思って歌声分析してみようっていうふうに思いました。そして歌声分析してみたんですけれども、いや本当に天才ですね。お二人ともまず歌声がものすごく美しい、そしてその素晴らしい歌声をですね、完璧に支える歌の基礎力のレベルの高さ、この辺にですね、僕はものすごく感動してしまいました。そして2人ともめちゃくちゃ可愛いんですよ。そういうのもあってね、僕はねテンション上げ上げで、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして乃木坂46さんの楽曲、今後もですね定期的に継続して歌声分析動画公開できたらなというふうに思っております。ですのでファンの皆様、ぜひおすすめの曲があったらコメントの方で教えていただけたらなというふうに思います。この曲いい曲だよとか、この曲のここの部分の声はすごくたまらない声だよとか、この部分めちゃくちゃ可愛いよとか、そういった感じでですねおすすめしていただけたらなというふうに思います。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速、乃木坂46君の名は希望歌声分析 GO！ わめちゃくちゃいい声ですね。天使の歌声とはまさにこのことですね。で、中西さんの声についての説明なんですけど、まず歌では声を響かせる3つの代表的な共鳴ポイントがあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つの響きをですね、どう混ぜて歌うかによって声のおおよそが決まってきます。で、中西さんの場合はですね、口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つが中心の歌声かなっていうふうに思います。口腔共鳴っていうのは言葉一つ一つの輪郭をはっきりさせたり、口の大きさによって声量をコントロールするポイント。そして鼻の鼻腔共鳴が声の音色のコントロールだったり、あとは高い声を出す時に重要なポイントになってきます。で、口と鼻だったら鼻の方が比率的に声の響き多いと思います。ちょっとだけ鼻声のニュアンスをプラスするような歌い方っていうか、もう一回聞いてみましょう。もうニヤニヤしちゃいますね、いい声すぎて。で、歌う時の声量についてなんですけど、結構抑えて歌ってるかなっていうふうに思います。皆さんもご存知だと思うんですけど、声っていうのは声量を大きくすると力強さが声に乗ってきて、声量を抑えると囁いてるような雰囲気になってきますよね。中西さんのこのポイントは多分囁くような雰囲気を表現するように歌ってるんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。あ、いいもう本当にすごい声ですね。まさに天才的な歌声かなっていうふうに思います。やっぱり口の口腔共鳴の響きも使っているので、言葉一つ一つの輪郭がすごくはっきり聞こえますよね。歌詞がものすごく聞き取りやすいというか、もう一回聞いてみましょう。
で、全体的にうっすらなんですけど、一つ一つの音をちょっとだけ切るようなニュアンスを足しています。これスタッカートって言うんですけど、スタッカートを入れることによってゆったりした雰囲気の曲調なんですけど、ちょっとフレーズ全体に引っかかるようなニュアンスが入ってくるんですよね。これがフレーズ全体の心地いい躍動感につながっています。次いきますよ。いい。可愛さと大人っぽさを両方持ってる歌声ですね、井上さんの声は。いやー、二人ともめちゃくちゃいい声じゃないですか。で、井上さんの声の出し方はですね、肺の中の胸腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つを中心にした声かなっていうふうに思います。肺の中の胸腔共鳴はですね、声の太さだったり音の厚さ、この辺をコントロールするポイントです。胸の響きが声にどんどん入ってくると、声ってどんどん大人っぽくなっていくんですよ。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。で、歌声もね、どことなくやっぱり上品な感じがしますよね。ものすごく言葉の発音も丁寧だと思いますし、声の音色もね、すごくキラキラした感じがして上品だと思います。次いきますよ。いいね。すごいな。で、今の裏声に一瞬ふわっと抜いたような感じで歌ったポイントがあったんですけど、そこに息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックを使ってます。裏声にウィスパーボイスを使うことによってふわっとした雰囲気がさらに強調されてる感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後にね、ちょっとだけね、ビブラート入ってましたよね。この細かいタイプのビブラート。これ、ちりめんビブラートっていうタイプのビブラートです。いやー、最高ですね。次行きますよ。わ、この高音になった時の声のきらびやかさ、やばいですね。で、ここでどういう声の使い方をしてるかっていうと、先ほど口と鼻が中心って言っていたんですけど、声の響きの大部分を鼻にしたんですね。で、声の響きっていうのは頭に近づけば近づくほどきらびやかな音色が出てきます。この音色をヘッドボイスって言うんですけど、そのヘッドボイスを使って歌ってるポイントでした。もう一回聞いてみましょう。いいですよね。呼ばれてたのあたりで先ほど言ったヘッドボイスを使ってます。もう目つぶって聞くとね、もうキラキラって光ってるようなイメージが湧いてきますよね。素晴らしい。次いきますよ。いいね。全体的にすごく温かい感じがしますよね。で、今の井上さんの声はですね、中西さんの声の出し方とはちょっと違って、ヘッドボイスの響きを逆に使っていないんですよね。使わないことによってきらびやかな雰囲気は出ないんですけど、全体的に温かくて優しいような声に仕上げてるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。優しい。すごいですね。で、曲の流れ的にはこっからサビなのかな。いきますよ。ここに戻るわけだ。メロディーもすごく綺麗なメロディーですよね。もう本当に全てにおいて綺麗っていう言葉が似合うような楽曲かなっていうふうに思います。で、後半とかめちゃくちゃ音域が低いのに声が聞きやすいっていうか歌詞が聞き取りやすいですよね。これどういう風なテクニックを使ってるかっていうと、低い音域ほど声を鼻に入れます。声っていうのは音域が低くなればなるほどもわっとした感じになるんですよ。音がこもるっていうかね。で、高くなればなるほど声の通りは良くなるんですけど、キンキンした成分が出てくるんですね。でもこの2つの響きっていうのは歌を歌う上ではあまりよろしくない響きなんですよ。聴いてる側にとってすごく聞きにくいような音色の声になってしまうので、
低い音域になるとキンキンした成分が減るからもわっとした感じになるんです。なのでその音にキンキンした音色を足してあげると聞きやすい音色になるんですよね。先ほど言った中西さんが鼻に声を多めに入れたっていうのはキンキンした成分を低い音域の声に足してあげる作業なんですよ。もう一回聞いてみましょう。で最初の熱い雲にみたいな感じで最初にザラザラって音を入れてましたよね。これエッジボイスっていうテクニックです。ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここを使ってこの音を出してから歌うんですよね。すごく切ない雰囲気が出ていて聞き応えバッチリですよね。次いきますよ。であまり中西さん口を開いてないじゃないですか。これがいい意味で唯一無二の独特な雰囲気を作り上げてるんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、声っていうのは顔の表情の感情がそのまま声に乗るんですよね。明るい顔で歌うと明るい音色の声になるし、悲しい表情で歌うと悲しい音色の声になるっていうね。でも中西さんはここではどちらかといったら無表情に近いような表情で歌ってますよね。これが逆に聴いてる側のイメージをかき立てるような雰囲気を作ってるんじゃないかなって思います。もう一回聴いてみましょう。素晴らしすぎますね。中西さんの声僕めちゃくちゃ好きです。次いきますよ。井上さんの声ってすごくなんか説得力がありますよね。歌詞が持っている世界観がすごくこう伝わってくるというか、いや素晴らしい魅力ですよね。もう一回聞いてみましょう。なんか言葉の発音の仕方が会話に近いのかなっていうふうに今聞いて思いました。いつの日からか孤独に慣れていたけどみたいな感じでところどころで声のパワーを抜くポイントを作ってるんですよね。この短いフレーズなんですけど、盛り上げるところはしっかりと盛り上げて抜くところはしっかりと抜くっていうこの音量のアップダウンが歌声にこう説得力を作り出しているポイントの一つかなっていうふうに思います。次いきますよ。素晴らしいですね。で今のポイントは全体的に言葉をはっきりと発音しているように歌ってますよね。僕が拒否してたこの世界は美しいっていうところに感情を込めて歌っているというか、もう一回聞いてみましょう。完璧ですよね、2人とも。次いきますよ。うわっ、ここがサビなんですね。わあ、ハーモニーめちゃくちゃ綺麗ですね。メインメロディーを中西さんが歌って、下ハモリで井上さんが歌ってるって感じかな。こんなに綺麗なハーモニーも作れちゃうんですね。素晴らしいです。で、今気づいたんですけど、中西さんの口の中の空間の使い方、喉の奥をですね、ちょっとこう、ははみたいな広げてるような感じの口の中の使い方してますね。ちょっとだけクラシックとかオペラの発声方法を取り入れた歌い方というか、もう一回聞いてみましょう。裏声のところとか特にその辺が分かりやすいかなっていうふうに思います。次いきますよ。ここで一回止めますよ。いや本当にすごい綺麗な歌声ですね、中西さん。今井上さんはハモリに回ってるので、井上さんのメインが来たら井上さんの解説メインでやりますね。やっぱり中西さんはさっき説明したヘッドボイスの使い方がめちゃくちゃうまいんですね。でヘッドボイスって高音になればなるほどきらびやかな雰囲気が出てくるので、もっとね上の音域を歌うことがあったらさらに声が美しくなるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。
もう歌声分析だっていうことを忘れてしまいそうになりますね。素晴らしい歌声で。全体的にね、歌声が素晴らしいだけじゃなくて、リズム感も素晴らしいですよね。すごく正確に、ここの位置に音符を当てはめなきゃいけないっていうところに、こう、スポッ、スポッ、スポッっていう風にはめ込んでいくような正確なリズム感だと思います。もう一回聞いてみましょう。うっとりしちゃいますね。二人とも可愛いしね、さすがですよね。次いきますよ。君の名前は今知った。いや、最高ですね。めちゃくちゃ癒されますね。歌声からマイナスイオンがたっぷり出ていますよ。次いきますよ。わざと遠い場所から君を眺めた。で今の井上さんの歌声なんですけど、最初のわざとのところでかなり強めにスタッカート入れてます。バックの伴奏がですね、ドラムが入ってきて、ダッドバーンみたいな感じだったんですよね。そこに対して歌のリズムも合わせるような歌い方をしてました。もう一回聞いてみましょう。ほら。完璧なリズム感。二人ともやっぱりリズム感も最高にかっこいいんですよね。リズム感がかっこいいっていうとなんかね、あまりうまく伝わらない表現かもしれないんですけど、歌のやっぱりかっこいいっていうのは僕個人の考えとしては声質よりもリズム感なんですよ。いくら声がかっこよくてもリズム感が悪かったらかっこよく聞こえないっていうかね。逆に声の出し方がそこまで良くなくてもリズム感が完璧だったらかっこいい歌に聞こえるんですよ。っていうぐらいリズム感が占める割合っていうのは大きいんですよね。なので井上さんも中西さんも歌声がものすごく魅力的だっていうのはもちろんなんですけど、それと同じぐらいリズム感も素晴らしいので、ここまで最高の歌を歌っているんですよね。次いきますよ。やっぱ発音めちゃくちゃ綺麗ですね。結構歌い手で歌詞を何話してるかわからないっていう方も結構いるじゃないですか。歌詞を見ないで目をつぶって歌を聴いていても一言一言全部聞き取れますよね。これってものすごいことなんですよ。しっかり子音と母音を分けて考えて発音しないと言葉ってはっきりと聞こえてこないので、いやー素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり子音を強調して歌ってる感じありますよね。特に作業とかがすごくこう前に出ているなっていうふうに思います。次いきますよ。本当にいい声ですね。で、井上さんが割とリズムを強調した歌い方だったのに対して、中西さんは全体的にレガートって言って、一つ一つの音をこうつなげてゆったりと聴かせるような感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。本当にこうゆったりとした時間が流れてるような雰囲気が出てますよね。次いきますよ。いろんなボーカリストだったりいろんなボイストレーナーの方が天才っていう理由がですね、よくわかりました。さっき天使の歌声って言ったんですけども、神の歌声って言ってもいいぐらい神秘的な雰囲気がありますよね。次いきますよ。あ、いいね。ここでちょっと悲しい声質をチョイスして井上さん歌ってますよね。で、顔の表情が少し悲しいような表情になってるんですよ。先ほども説明したと思うんですけど、顔の表情で表現してる感情って声に乗りやすいっていう風な説明したと思うんですけど、それをうまく使って歌ってるポイントですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、前半の孤独よりっていうところはうっすらとウィスパーボイスを使って歌ってますよね。わ、もう最高だ。次いきますよ。お、で、
ここで今中西さんの声、すごくパワーのある声使ってましたよね。声量をですね、ここで初めてアップさせて歌ってるんですよね。井上さんがこう徐々にこう声量を上げていって、で、中西さんに歌のバトンをつないで、中西さんからはここで盛り上げた感じの表現に変わったっていう素晴らしいチームワーク。もう一回聞いてみましょう。で、声の出し方もちょっとだけ変わってます。今まで口と鼻だったり、鼻の声使ってたんですけど、ここでは声にパワーを乗せるために、胸腔共鳴の響きと鼻腔共鳴の響き、この2つを中心の歌声に切り替えてるんですよね。いや、声の響きのコントロール力も半端ないですね。次いきますよ。ここが多分 A メロですよね。このメロディー僕すごい好きです。すごく印象的で素敵なメロディーですよね。次いきますよ。綺麗な声だ。で、ここで井上さんもちょっと声の出し方変えたかな？鼻と口中心に変えたような雰囲気がしました。全体的にこう大人っぽい感じの声質表現から可愛らしいような声質表現に切り替えたんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。可愛い。めちゃくちゃ可愛いですね。いやー、二人とも声の表現力が化け物ですね。次いきますよ。今一瞬だけものすごいテクニックを使っていたんですけど、中西さん、悲しみの雨に打たれて、ここですね。ここですごく細かいフレージングを入れてるんですよ。これどうやってやるかっていうと、ちりめんビブラートって言われる細かく揺れるビブラートをしながら音をあーっていう風に下げるんですよね。そうすると音が揺れてるところに音階の輪郭がついていくんですよ。これすごい難しいテクニックです。やばいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。タとレの間かな。打たれてみたいな。いやーすごいですね。R&B 系のボーカリストはこういうテクニックを使いながらフェイクを歌ったりするんですけど、いや中西さん R&B とかも歌えちゃうんじゃないかな、これができるっていうことは。次いきますよ。やっぱ裏声の部分とか一瞬しか出てきてないですけど、ヘッドボイスの使い方がものすごく上手いので、裏声もめちゃくちゃ綺麗ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。完璧です。素晴らしすぎる。いきますよ。2番もメインは中西さんなのかな？なんかそういう風に聞こえました。でもこの2人のチームワークが素晴らしすぎますね。ハモリってやっぱ難しいんですよね。ハモる方も、音が取りづらいっていうのももちろんそうですし、メインメロディーに対してリズムを合わせなければいけないんですよ。で、多分この話を聞いて当たり前じゃんそんなのって思うかもしれないんですけど、やっぱり歌って生ものなので、100回やって100回とも正しいリズムで歌う保証ってどこにもないんですよね。例えば、その人の癖で無意識にリズムをちょっと溜めてしまったとか、そういうこともあるんですよね。で、そうなった場合、やっぱりこうリズムがずれちゃうじゃないですか。こういうのって一発で失敗したってバレちゃうんですよ。で、そこで誰が失敗したんだってなった時に疑われるのは、正しい音とリズムで歌っていてもハモリが間違ったっていう風に言われるんですよね。だからハモリって難しいんですよ。かといってメインメロディーは簡単かって言われたら全然そんなことなくて、ハモられてる側はですね、やっぱ音がつられやすいような状態でメインメロディーをしっかり歌わなきゃいけないっていう感じになるので、ハーモニーになってるところってどのパートをとっても難易度が一気に上がるんですよね。もう一回聞いてみましょう。
素晴らしいですね。もうほんとうっとりします。次いきますよ。今回はここで止めますね。で、ブレスの位置も揃えて歌ってますよね。ブレスっていうのは息継ぎのタイミングのことなんですけど、こういうポイントを見つけると、やっぱりこうね、天才2人がさらっとこう歌ってるような感じに見えますけど、やっぱり事前にものすごく練習してるんだなっていうふうに思いました。やっぱり天才ほど努力するんですよね。そういったね、努力の背景が見えるポイントを見つけてしまうとこう嬉しくなりますね。もう一回聞いてみましょう。キラキラと輝いているって感じですね。輝いの後に2人とも息を吸ってます。次いきますよ。やっぱり1番のサビの時よりも2人とも声にやっぱりパワーを乗せて歌ってるので、もうこの壮大な雰囲気がたまらないですよね。なんかオーケストラみたいな壮大さを僕は感じます。次いきますよ。で、今のところも息継ぎのタイミング2人ぴったり揃えてますもんね。いやー素晴らしい。次いきますよ。うわっ、井上さんの高音の声めちゃくちゃ可愛いですね。なんか声優さんみたいな可愛い感じの声かなって思います。すごく美しい音色だしね。もう一回聞いてみましょう。振り向かなくてものあたりの声とかめちゃくちゃ可愛い声じゃないですか？いやー、キュンとしちゃいますね。次いきますよ。今のところはこう徐々に盛り上げていくクレッシェンドっていうテクニックを使ってますね。声量をこう徐々に上げていって、こうじわじわとね盛り上げていくテクニックなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。僕はのあたりから声量がこうグッと上がってるような感じしますよね。次いきますよ。で、中西さんは全体的に同じ声量をキープしたような感じで歌ってます。このテクニックもね、すごく難しいんですよね。やっぱり声量って音域が上がると大きくなって音域が下がると小さくなるのが普通なので、これをですね、どこかの音域でリミッターをかけるような体の使い方だったり声の使い方が必要なんですけど、それをね、やってるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いい。いやー、テクニックが光りますね。次いきますよ。こっからサビか。なるほどね。で、今の最後のロングトーンのところでちょっとだけクレッシェンドを入れたんですよね。行こうみたいな。ほんのちょっとなんですけど、でもこのほんのちょっと声量を大きくするっていう役割がですね、次のサビの勢いを作り出してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。行こうみたいな。最後のほんの一瞬なんですけど、ちょっとだけ声量を上げてるんですよね。この細かいフレージング素晴らしすぎますね。じゃあ次いきますよ。ここの部分はユニゾンなんですね。ユニゾンって2人で一緒に同じメロディーを歌うことをユニゾンって言うんですけど、めちゃくちゃ綺麗な歌声でしたね。次いきますよ。なるほどね。最後の大サビはこのままずっとユニゾンが続くのかな。こうなってくるとね、続きが気になってくるんですよ。いきますよ。
なるほどね。ここで止めますよ。多分歌い出しですもんね。転調後の。転調っていうのは最後の大サビでこうキーが上がる。こういうのを転調って言います。一気にね、雰囲気が盛り上がってきらびやかな感じになりますよね。お待たせしました。じゃあ最後大サビいきたいと思います。最高だ。もう何回最高だって言ったかわからないですよね。もう最初から最後までね、ずっと最高が続いていくんですよ。素晴らしすぎて。次いきますよ。いやー、いいですね。なんか今でも一仕掛けありそうでしたね。タイミングが悪いところで止めちゃった気がする。未来はから聞いていきますよ。やっぱり。わー、かっこいい。最高のアレンジでしたね、今のところ。今の、バーンとかいうところ、これ楽曲の専門用語で、決めっていうポイントです。バンド全体が同じリズムでこう、音を決めるようなポイントですね。次いきますよ。で、何がすごいかっていうと、まあいろいろね、もう語り尽くせないほどあるんですけど、二人ともそんなにビブラートをフレーズに入れるタイプじゃないですよね。まっすぐとこう音を伸ばすタイプなんですけど、これで感情表現してるっていうのが僕はね、ものすごいことだっていうふうに思って、やっぱりビブラートをした方が歌に抑揚をつけやすいんですよね。だから多くの歌い手っていうのはビブラートを入れたりするんですけど、でも難易度的に難しいのは音をまっすぐ伸ばす方なんですよ。音をまっすぐ伸ばすっていうことはちょっとでも声がブレたり息が足りなくなったりすると一発でバレちゃうんですよ。でもこういう部分って歌の基礎的な部分がしっかりしていないとまっすぐ声を伸ばすことはできないんですよね。だから中西さんと井上さんの歌の基礎力のレベルの高さがこういうところから感じ取れるんですよね。もう本当に素晴らしいぐらい基礎がしっかりと固まってるお二人だと思います。次いきますよ。あ、そういう感じね。あ、こうやってね、ワンフレーズずつ。っていうか今のところもロングトーンでビブラート全然やってないですもんね。もう一回聞いてみますか？まあちょっとね、フレーズがこう、フェードアウトする直前に井上さんがちょっとだけビブラート入れたぐらいですよね。基本は二人ともまっすぐ伸ばしてるっていうね。いや、普段から相当ボイトレやってんじゃないかな、この二人。そんな風に思います。次いきますよ。あ、ここで終わりなんだね。なるほどね。でも時間的にまだ30秒ぐらいあるんですけど、もう一フレーズぐらい歌うのかな聞いていきますね。あ、終わりそう。リッとしてね。終わりました。でも最後なんか喋ったりするかもしれないですね。せっかくなんで見ていきますね。かわいい。あ、終わりですね。最後に可愛いって言って終わっちゃいました。いや、本当に可愛いですよね、お二人。以上、乃木坂46、君の名は希望。歌声分析はここで終了です。いやー、お二人とも素晴らしい歌声でしたね。まさに天才っていう呼び方がふさわしいっていうふうに思いました。ただね、歌声をこう一曲聴いていて、見えないところでの相当量の努力を感じましたし、やっぱり天才って言われる人は見えないところで人の何倍何十倍何百倍と努力してるっていう風にも感じました。いや、本当に今回歌声分析ができて嬉しいです。僕はもっとね、いろんな声を知っていきたいので、ぜひ乃木坂46のファンの方々、この曲おすすめだよとか、この声を聞いた方がいいよなんていうのがありましたら、コメントでぜひ教えていただけたらなというふうに思います。おすすめしていただけた曲が多かった場合はですね、そこからまた抜粋して歌声分析動画を撮影してみようかなというふうにも思っていますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。
それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。